さあ始まりました、絶望禁止バラエティピロライブ、当番組ではですね、私サイバーコネクト2代表の松山博が、エンタメ業界の絶望した話や絶望から這い上がる、エピソードなどをですね、ゲストを招いて紹介していく、そんな番組でございます。本日絶望トークを、繰り広げてくれる、ゲストの方はこの人、勝弘さん。よしなんかエンターテインメントの原田です。そうですね。よろしくお願いします。よろしく。1回目はね、ご存知、原田勝弘さん、ということなんですけども、ようこそ。ここサイバーコネクト2東京スタジオでございます。はい。何度か来てるよな。1回だけ来て、これで多分2回目ぐらい。そうやっけ？結構よく会ってるからいろいろやってるように見えるけど、ちゃんとやったことあるんだ。多分トータルで90分間とか。トータル延べ時間でね。しかもその90分の大半もさ、ナルティメットストーム2の時に鉄拳のランス、ゲスト出演させてもらって、岸本先生デザインのね、ナルトの岸本先生デザインのあの方がすごいラースが好きで鉄拳に入って、それを逆にナルトメットに入れたいって話で出た時にちゃんと監修しなきゃと思ったんだけど、まあ思いのほかサイバーコネクトの方々の鉄拳理解度が高かったので、鉄拳ファンがいたんで、めっちゃ好きなのよ、うち。だからだと思うけど、俺が想像してたより出来が良かったので、これはいけるわと思って、だからもういいです。そうで、2回目3回目も持ってったけど、なんかもうその都度もうほぼ5分ぐらいで、最初にもう説明いいんで映像だけピーって見て、いいですねって言っていいですで終わらせたので、だから延べ90分ない仕事。いや、まあそうね。だから実はこれ2回目ぐらいですね。まあそうやな。ちょっと改めて話してっけどさ、もともと出身ってどこになるの？俺は生まれたのは大阪なの。でももう多分3歳ぐらいまでしかいなかったのかな。大阪に？大阪に。その後に奈良にも引っ越して。奈良だからやっぱ小中高までは奈良県。で18のなって大学からは東京ね。だから人生でいうともう東京というか関東というか東京の方が長いよな。そりゃそうやな。だって大学早稲田やっけ？そう忘れた。そうやな。でそれ卒業してそのまんま就職やろ？そうやたらと習い事ばっかさせられた。そんなとこの子やったん？まあすごいお屋敷に住んでるお母さんだったから。完全にとこの子やん。そのすごいね、うちのお母さんはね。でお父さんの方はどっちかっていうと、結構公務員系で、だから消防の組織のダーンと全部載ってる連絡帳とかはもう1ページ目のもうほんと上からみたいな1ページ目だけにボンっていきなりも載ってるぐらいの超偉くて、そういうのをもらってるとこだし、姉弟で育ってね、姉弟だから、末っ子長男なわけで、待望の長男っていうのもあったんだろうけど、まあだから教育熱心に育てられたというか、日曜日の午後以外はほぼ空いてないみたいな記憶だよね。カブスカウトとかボーイスカウトあるじゃん。ああいうのもするし、だからもうやってたの？休めないとか休んでるとか遊んでるってどっちか分かんなかったけど、とにかく何らかずっと習い事をやってるイメージだったね。全然勝弘のイメージとちゃうな。そうだから見て分かると思うけど、何の役にも立ってそうやんな。俺は絵だと思ってたわけど、自分では。ですんごい絵を描いてたわけ。デッサンちっちゃい頃からさ、なんかイチゴとかリンゴとか瓶とかマネキンの手とか、すっごい描いて、完全デッサン、ものすごい好きでデッサンが。デッサン描けばとにかく褒められるから、まあうまいね。俺絶対将来絵描きになるんだと。途中からずっと人の目玉を描いてたのね。なんで目に？わからないけども、目玉をずっと目玉がこうオードブルみたいに目玉がたくさんホラーやわ。あるんだよね。じゃあ行きましょう。これうちのお姉ちゃん。私は勝弘。そのまんまです。そのまんまです。なんて呼ばれてます？カッツンって呼ばれてた。勝弘はぼーっとしたおっとりとした男の子でした。
ぼーっとしてたよ。そうっす。それはもう小学生ぐらいの頃からですか？幼稚園小学校の時からもうなんかおっとりとした子だったんですよ。ぼーっとした子だったんですよ。ただやってることはおかしかったです。おかしい。一番小さくて覚えてるのは、私が学校から帰ってきたら鎖骨を骨折して家で寝てまして、どうしたのって言ったら、国道でトラクターを抜かそうと思って、事故ったと。事故ったっていうのは自転車がなんか乗っている？三輪車だったですね。三輪車？で三輪車で接触事故？接触事故を起こして、農業用トラクターなんでしょ？そう、農業用のトラクターか何かに引っかかって水路か何かに落ちて鎖骨骨折。自転車やで多分。自転車？庭の片隅に、自分で自家製ヨーグルトみたいなのを自分で作って食べるとかですね。庭に？庭か何か掘ってヨーグルトですよね。牛乳をなんかこう埋めて、自分でヨーグルト作って、そんなもん食べたら肌クラスって言ってるんですけど、食べて平気っていう。平気だったんですか？平気なんですよ。覚えてない。そういう妙なことをする。覚えてないわ。だから母が、私のことはよく、私はちょうど新人類って言われた世代なんで、私のことよく新人類って言ってたんです。でも弟のことはもう人類でもなくて宇宙人って言ってました。宇宙人？もちろんそのアーケードゲームをやってて、こういうのだっていうこと自体は知ってますけど、彼自身がどんなことをね、どういうふうに実際仕事でそれをどうやってるかというのはですね、本当に知らなかったですね。今日お会いした時にゲームの話とかって全然しない感じなんですか？あんまりしてないですよね。そうあんまりなんですね。ね、仕事の話っていうか、もう普段は僕たちの子供の行動を観察してます。はい、普段は離れてますけど、今はネット配信なんかでよく見れますから、実はよく姿は見てます。頑張ってください。ありがとうございます。ひげを剃った姿を一回見てみたいな。それでもみんなそう思ってます。はい。これ取ってきたわざわざ。はい、たまたまねこの間熊本でちょっと仕事あってさ。びっくりするわこんなん。これマイゲストやってたら大変なことになる。いやいやもちろんもちろん、これたまたまね、たまたま。なるほどね。今の方が、勝弘のいわゆる姉夫婦ですね。一番上のお姉ちゃん。一番上の姉夫婦ですね。なんかこういろいろ昔話そうそう、出ましたけど。だから俺は確かにおっとりというか、その子供の頃から意識としては、極力外に出ていくってことをしたくない人だった。雨の日に家の中にいるのが大好き。わかるこの感覚。なるほど。そういうふうによくそんなふうに見えないって言われてるけど、見えんわな。ちょっとこういう感じだから、心のどっかで自分でね、自分はすごいネクラってことに気づいてて、雨の日に、大雨の日に家にいて絵描いてるのが好きだったら、それなんでかっていうと、大雨だとさ、みんなも絶対面白いとこ行けないじゃん。今でいうリア充みたいな人たちが外で満喫できないじゃん、っていう状況で安心してたわけ。分かる？すげえ暗いでしょ。少年はそうなんやな。みんな今楽しいことができない、なんかその安心して自分の趣味に没頭できるっていう、正々堂々と好きなぐらい、家でじっとしてるのが好きな人だったね。お姉さんにね、話聞いてきたけどさ、保育園幼稚園の時とか、小学校の時まではもうほんとくまちゃんみたいに可愛いって可愛がられてたけど、中学ぐらいになって急にこうなったって言ってたけど、それは自覚あんの？高校ぐらいの時に、多分そのヨットを始めて、こう風で走るじゃない、だから揚力の勉強とか、海の勉強とかして、あと筋トレすげえやりやすい。その時ぐらいからかな、多分可愛くなくなったって、多分姉から見た時だんだんごつくなってったっていうね。だんだんちょっとずんぐりむっくりになっちゃったんだけど、だから割と姉2人だったから、すごい可愛がられたのは自分でも記憶あるから、女の人の言うことを聞くってことに全く抵抗がないから、そうだったよね。なるほど。だから今のバンナムの宇田川常務とかいるじゃん、ああいうタイプの人がこうちょっとお姉さん気質の、自然にこう言われたら何でも聞くよね、多分。なるほどね。分かったよお姉ちゃんって感じ。
なるほどな。買い物行こうって言ったら多分自然についていくだろあー上にお姉ちゃんやるとう。あれやるとねそうなるんだよね。そうか、お兄ちゃんとかじゃないからあ買い物とか何も買わない買い物とかあるじゃん女の人って。一回行った場所に行ってなぜかもう一回同じ場所戻ってみたいなのを4時間5時間やる人はいるじゃん。もうそういうの全然平気。全然平気っていうかむしろばっか全然イメージとちゃうけどな。そう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 体がそういうとこ強いろがある。